ルダイバー。イルミネイトに新しい敵が追加されました。そこで今回は新しい敵のベラシターとゲートキーパーに対してどの武器が効果的なのか試してみました。盗まれたエクソスーツの設計図から作られたという話なので耐久性はそこまで高くないはずですが、果たして。まずはこの敵の仕組みについて確認します。シールドを破壊して操縦者を狙うか、メカを破壊すれば倒すことができます。支援武器のスタルは後を使った例を見てみましょう。操縦者を狙う場合は軽装甲貫通武器でダメージを与えることができます。実戦ではこのようにいかないかもしれませんが、命中精度が良ければ50発ほどで倒すことができます。ではメカを撃ってみた例を見てみましょう。ベラシターの頭部や胴体は中装甲です。ダメージを与えるには肩のあたりを撃つ必要があります。片方が壊れたら反対側を撃たないとダメージは入りませんが、両腕を破壊すると倒すことができます。精度よく当てた場合は60発ほどで倒せます。しかし実戦では敵がこのように防御の構えを取ることがあります。少し狙うのが難しいですが、ここを撃ってもダメージが入ります。また青い突気口を狙って腕を破壊することもできますが、当てるのが難しい上に上腕とは別の部位扱いでした。メカ本体の体力も減らないようなので特に狙う理由はないと思います。最初から左右の上腕を狙った方がいいでしょう。メカと操縦者のどちらを狙うのが最適なのかは状況によって違ってきます。スタルは後だけを使うなら操縦者を狙った方がいいと思いますが、このように防御されると狙えないので注意が必要です。戦略支援などでダメージを与えた場合はメカを狙うといいです。これはイーグル機重装者があまり当たらなかった例ですが、こういった場合はメカの両腕を破壊しなくても倒すことができます。ちなみにイーグル機重装者がしっかり当たればそれだけで倒すことができます。何かが伸びました。おそらくイカの電源ケーブルでしょう。また頭部を破壊するとシールドが展開されなくなります。リラプターなら一発か二発で破壊できるので、その後スタルは後で操縦者を狙ってもいいでしょう。狙える機会は多くないかもしれませんが、コックピットの後ろにある青い突気口を破壊して倒すこともできます。この敵はガスの影響を受けるのでスピアガンも効果的です。またスピアガンを撃つときは頭部を狙えば一発で破壊できます。操縦者にもう一発撃ち込んで他の武器で撃てばすぐに倒すことが可能です。次はベラシターとゲートキーパーで大きく違う点を見てみましょう。ベラシターと違いゲートキーパーは重装甲です。肩の周りを撃ってもダメージが入りません。一応両腕についている青いパーツを破壊すると倒すことができますが、実戦で狙うのは難しいと思います。軽装甲貫通武器で倒すには操縦者を狙う必要があります。シールドを破壊すると敵がよろめくのでその隙に倒してしまいましょう。これはマシンガンで撃ってみた例ですが、メカの胴体は中装甲貫通武器でもダメージが入りません。ゲートキーパーの場合はメカを狙うなら重装甲貫通武器が望ましいです。足の関節はマシンガンでもダメージが入りますが、当てづらいのでこれなら操縦者を狙った方がいいと思います。ベラシターの話に戻ります。マシンガンを使う場合はメカを狙ってもいいと思います。ご覧のように中装甲を貫通できる武器なら頭部や胴体を撃ってもダメージを与えることができます。処理スピードも悪くありません。ここで理論値を計測してみましょう。キルタイムはマシンガンの発射レートマックスで3秒ほどです。消費した弾薬は60発ほどなのでマガジン1つで2体は倒せる計算になります。次は操縦者を狙ってみます。キルタイムは約2秒。メカ本体を狙うより1秒以上早く倒すことができました。ではマキシガンでも試してみましょう。さすがの連射力です。実戦では今のようにいかないと思いますが、敵のタックルをかわして後ろにある突気口を狙ってもいいと思います。マキシガンの連射力なら振り向かれる前に倒せます。ヘビーマシンガンを使うのも効果的です。こちらもキルタイムは 1.6 秒ほどで弾薬は25発ほど消費しました。これはあまりうまくいかなかった例ですが、弾が腕に当たっているので倒すのに50発ほどかかってしまいました。敵
敵との距離が近い場合は操縦者を狙った方が倒しやすいと思います。30発ほどで倒せたのでガジン1つで3体倒せる可能性があります。オートキャノンをフラッグで使うのも効果的です。多少のばらつきはありますがメカを狙って6発ほどで倒せます。操縦者を撃つと4発で倒せたのでできればこちらを狙った方がいいでしょう。ゲートキーパーをオートキャノンで撃つ時の注意点はメカの胴体や頭をフラッグで撃っても通用しないということです。一応 APHET で撃つと倒すことはできますが大きくよろめくのでかなり当てづらいです。倒すにはだいたい15発ぐらい当てる必要があります。ゲートキーパーの場合はフラッグで操縦者を狙いましょう。このようにベラシターと同じく4発で倒せました。でエスカレーターで狙うなら操縦者を撃つと効果が高いです。今回は4発で倒すことができました。メカは2発撃つと少しスタンするのですが倒すのに8発ほど必要になることが多かったです。多少のばらつきはありますが基本的には操縦者を狙った方がいいでしょう。最新のパッチによりエスカレーターの移動速度は向上しています。アークスロワーを使う時も操縦者を狙った方がいいです。3発当てるとスタンするので一方的に攻撃することができます。メカを狙った場合は20発ほど必要でしたがこのように狙うと9発で倒すことができました。次は対物ライフルで撃ってみましょう。メカの頭部を破壊して6発で倒すことができました。操縦者を狙うならシールドは3発で壊れます。合計5発で倒すことができました。対物ライフルはメカの頭部を1発で破壊できるのでその後操縦者を狙ってもいいと思います。メカを狙う場合腕に弾が当たると倒すのに必要な弾数が増えますが状況によっては雑に狙って素早く倒してもいいと思います。だいたいマガジン2つあれば倒せる感じでした。先ほども紹介しましたが両腕を破壊すれば倒せるので腕の装甲がない部分に命中した場合は素早く処理できます。ちなみにコックピットの裏にある突起口を撃った場合は倒すのに3発必要でした。ゲートキーパーの場合はメカの頭部を1発で破壊できましたが胴体を狙うとマガジン1つで倒せません。倒すのに11発も必要になってしまいます。これはテストなのでこのまま撃っていますがメカの頭部を破壊して操縦者を撃てば理論上は合計3発で倒せるということになります。次は新しい支援武器のクリメイターを使ってメカを燃やしてみます。火炎放射器を使う場合炎の当たり方によって結果が変わります。今回の記録は 4.5 秒です。ではどこを狙うのが一番効果が高いのか実験してみます。操縦者とメカを狙った場合で比較してみましょう。わずかな距離の違いで結果が変わるので正確には分かりませんが敵との距離が8メートルほどでこのような結果になります。メカに炎を当てた方が効果が高いようでした。正面から最も早く倒せた場所がこちらです。メカと操縦者の間に炎が当たるように狙えます。すると2秒ほどで燃え尽きてしまいました。右の映像は火炎放射器ですがクリメイターと 1.5 秒ほど差が出ています。実戦ではもう少し時間がかかりますが先ほどのように炎を当てると3秒ほどで倒せると思います。また突進をかわして後ろに回り込めたら突起口を狙いましょう。1秒で焼きイカの完成です。ついでにハーベスターに対しても試してみました。電撃が飛んでこないように20メートルほどの距離から燃やします。5.5 秒ほどで倒せたので悪くはない結果だと思います。ベラシターに対してレールガンで狙うなら2つのパターンが考えられます。メカの両腕を破壊する場合は2秒ほどチャージして撃つと合計2発で倒せます。チャージ量が足りないと腕を1発で破壊できません。1.8 秒のチャージでは腕を1発で破壊できなかったので2秒以上のチャージを目安にするといいでしょう。合計4発もかかってしまいました。次はメカの頭部を破壊してから操縦者を撃って倒します。この場合は1秒ほどのチャージで問題ありませんでした。レールガンはハーベスターに対しても使えます。まずシールドを破壊して足の関節を狙います。2秒に満たないチャージでも2発で倒すことができました。次はレーザーキャノンでベラシターを撃ってみます。メカの頭部は1秒で破壊できます。
その後操縦者を撃つと2秒で倒せました。しかしそれはあくまでも理論値なので実戦ではそのようにいきません。普通ならこのようにベラシターのタックルをかわしながら戦うことになります。ちなみに後ろの通気口を破壊するには3秒ほど必要です。ガスなどを使わないと通気口の破壊は難しいと思います。メカの両腕を破壊して倒す場合は合計で7秒ほど必要になります。別の方法でダメージを与えた後か味方の援護をするときにメカを狙うといいでしょう。続いてはワスプランチャーです。ベラシターならば火人1つ分あれば倒すことができます。多少ばらつきはあるかもしれませんが6発で倒せるようでした。しかしゲートキーパーに対してはかなり厳しい結果です。21発ほど撃ってようやく倒せたのでマガジン3つは必要です。ゲートキーパーの場合はプライマリーウェポンなどを使って操縦者を狙った方がいいでしょう。次はエポックです。メカの頭部はアンチャージ1発で破壊できます。操縦者を1発で倒すにはフルチャージで撃つ必要があります。アンチャージで撃った場合は少しだけ体力が残ります。このように何かで追撃すればすぐに倒すことが可能です。メカを撃って倒すなら上腕の同じ箇所を狙ってください。こうすればフルチャージ2発で倒すことができます。頭部や上腕など別々の箇所を狙うとフルチャージを2発とアンチャージ1発撃たないと倒せません。状況にもよりますがアンチャージでメカの頭部を破壊するかプライマリーウェポンでシールドを破壊して操縦者にフルチャージを打ち込んでもいいと思います。次は GL28 ベルト級弾式グレネードランチャーです。操縦者を狙った場合でも20発ほどで倒せます。ベラシターに対してなら GL21 グレネードランチャーを使っても倒せます。だいたい12発ほど必要になるのでリロードしなくてはなりません。パッチによりグレネードランチャーが中装甲貫通に戻ったので重装甲のゲートキーパーには対抗できません。操縦者を狙えばいいのではと思うかもしれませんが残念ながらダメージを与えることができないようです。ご覧のように操縦者を狙っても倒すどころかシールドすら破壊できません。どうやら爆発ダメージに耐性があるようです。ベラシターの場合は倒せましたがあれは操縦者ではなくメカにダメージが入っていたということになります。そこまで大きく結果が変わることはないようでしたがベラシターを撃つときはメカを狙った方が早く倒せるかもしれません。シールドを破壊してから操縦者を撃っても結果は変わらないのでご注意ください。操縦者に爆発耐性があると分かったところで C4 パックを使ってみましょう。念のためシールドを壊してから C4 を爆発させましたが結果は同じで2つ必要でした。ベラシターにテルミットを使った場合も結果は同じで2つ必要です。無反動ライフルを使うならメカの頭部は狙わないようにしてください。頭部を破壊することはできますが本体にはほとんどダメージが入らないようです。結局リベレーターカービンで両腕を破壊することになりました。もちろん操縦者をシールド越しに撃っても一発では倒せません。無反動ライフルで狙うべき箇所はメカの上腕部分です。ここなら一発で倒せます。アルティメイタモも使ってみましたが確実に一発で倒せるわけではありません。敵が生き残ったら上腕を折ってください。すぐに倒せるはずです。おそらくですが敵の上部に命中すると一発で倒せないようです。低装甲貫通武器ではゲートキーパーに対処しづらいのは辛いところです。しかし敵の体力はほとんど残っていません。アルティメイタモを撃つときは敵の上腕を狙うと一発で倒せるようでした。今回はこれらの支援武器を試してみたわけですが皆さんはどの武器を使って新しいイルミネートたちと遊びたいですか？コメントで教えていただけると嬉しいです。個人的にはクレメイターと対物ライフルを使うのが楽しいので気に入っています。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。